こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は一生に一度は行ってほしい、みんな大好き慶良間諸島座間味島の旅をお届けいたします。大人の穴場旅行や離島が初めての人にもぴったりなのに、感動的な絶景を見ていただけます。ぜひ、大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。沖縄本島の西およそ40キロの海上に浮かぶ座間味島。世界に誇るサンゴ礁と透明度抜群の海が広がるこの島は慶良間諸島の一つで、慶良間ブルーと呼ばれる絶景が魅力です。人口はおよそ600人。こじんまりとした集落と港を中心にゆったりとした島時間が流れています。その歴史は古く、グスク時代の遺跡も見つかっており、交易や漁業で栄えた爪痕が残されています。第二次世界大戦中には住民による集団自決が起きた悲しい歴史もありますが、今では世界中のダイバーや観光客を迎える穏やかな離島へと変わりました。グルメは地元で採れる新鮮な魚介を使った料理が魅力。小さな食堂や民宿で素朴で温かい沖縄の味を楽しむことができます。座間味島の最大の魅力は何といってもシュノーケリング。アマビーチや古座間味ビーチでは色とりどりの熱帯魚やサンゴ礁を間近に見ることができ、運が良ければウミガメと泳ぐこともできます。初心者でも安心して楽しめる環境が整っており、まさに海の楽園と呼ぶにふさわしい体験ができます。アクセスは沖縄本島那覇の泊港から高速船で約50分、フェリーなら約1時間30分、便数は1日2便ほどと限られているため、事前の予約と確認が必須です。島内の移動はレンタサイクルや徒歩がメインですが、島全体を回るならレンタカーがおすすめです。それでは初心者にも行きやすい超絶景の島旅を一緒に楽しみましょう。はい、こんにちは、森です。旅は自己投資ということですね。私は今神戸空港に来てるんですけども、今日からどこに行きたいかというと、また沖縄に行きたいと思います。今日からですね、また慶良間諸島の周遊の旅を取りたいと思ってるんですけども、一気にね回ると年齢的にきついので、1島2島ぐらい回ってまた帰って、でまた沖縄に来て全部回るみたいな感じに取りたいと思います。で最終的には全部まとめるみたいな感じで行きたいと思います。慶良間諸島めっちゃ海綺麗そうなので楽しみです。それでは行ってきます。今日は UA マイルで取ったので ANA で手続きをします。はい、それでは宿に向かいたいと思います。タクシーで。はい、今回の旅の拠点にするホテルはここになります。ホテルルートイン那覇泊港。泊港の近くですね。泊港があそこにある感じです。ここを拠点に島旅します。それではね、605号室取らせていただきたいと思います。結構広いですね。清潔感があって広々ベッドで、ここで晩酌もできそうだし、空気清浄機もあるし、ここで仕事できそうですね。でテレビもあって、館内着もあるし、ケトルもある。ハンガーも結構なボリュームあるし、スリッパもちゃんと用意されてるし、鏡もあるし。奥はここ何のスペースなの？スーツケースとか置いとくと良さそうやな。ちゃんと一応浴槽と洗面台とアメニティもあるし、タオルもあるんですね。大浴場もあるんでね、ここ使うことも少ないかもしれません。ドライヤー、ありましたありました。この下にドライヤーはありますね。で朝食もついてたんで、朝食ついていくらだったか、7000円ぐらいだったかな。結構安かったです。いいですね、泊まりの近くで。気になる Wi-Fi の速度は早いぞ。これは爆速や。390メガ。これからもう沖縄で作業したい。ここ泊まろう。
今ねもう夜10時38分なんですけども、今日はね動画塾がありまして、それまではバタバタと、動画編集したりとか動画塾の準備をしてて、今動画塾が終わりました。目の前に見えてる焼き鳥屋さんが評価高そうなんで、そこに行きたいと思いまして、たまたまですね沖縄のことを歌ってる歌にのミュージックビデオに参加させてもらうんですけど、そのミュージシャンの方がたまたま今日沖縄に来てるということで、一緒に飲みましょうということで合流することになりました。実はその方に旅や自己投資的な曲も作ってもらってて、ただお互い忙しすぎてデモまでは出来上がってるんですけど、途中で止まってます。タクシーで来るって言ってるけど、どうも来ましたね。はい、それでは今日は根本さんとどうもいずれ旅や自己投資の曲も出ますから。出ます。よろしくお願いします。今根本さんはね、映画を作ってるんですね。沖縄の戦争のをテーマに作る長編映画みたいなのを、なんでそれ急にやろうと思って。東京の僕が知らないことたくさんありそうだなと思って、映画にしたら映画ファンドにタッチできるかもしれないみたいなところから考えていって、まあ金かけて安いだからクラウドファンディングできたらモーリーさんに俺も出てるからみんなクラウドファンディング入れてくれよみたいなことを、僕も映画に出るし、曲も作ってるし、とりあえず今できる最高の結果にするための動きはしようと思ってて、いい加減なことをする感じではないから協力しようと思うし、まあ本当楽しいです。うまプルプル感。これヤンバルの鶏なんか。ヤンバルも行きましたね。チキン南蛮。これもヤンバルの肉です。レモン風味ってうまい。ああ、ここうまいな、味付け。全部うまい。どうす。朝食向かいたいと思います。こんな感じで撮りました。さあ、おはようございます。超快晴のスタートで今8時40分ですね。9時の出港なので急いで行きたいと思います。ホテルから約5分もかからないと思うんでね、行きたいと思います。最高。さあ、泊まり到着しました。ローソンもあるんですね。前回の粟国島に行った時と同じ場所ですね。与論とか行くのはここじゃないですね。那覇港です。でこれ今回ね座間味島に行くんですけど、これですね、フェリー座間味、高速船クイーン座間味ってありますけど、今回は高速船に乗っていきまして、フェリーの方はなんとドッグ入りのため運休だったんですよ。だから車に乗せて行きたいとかは行けないということで、しかも本日の僕が乗るクイーン座間味は満席だっていうことですね。予約してました。結構もう朝の便はね満席になるんで予約した方がいいですね。予約もこれ罠があって、ウェブから予約が基本できるんですけど、ウェブ枠と電話枠みたいなのがあって、ウェブでこう満席ってなってても電話すると予約できる場合があります。僕ももうウェブだとバツになってたんで電話したらギリギリ行けました。でもこれはもう今満席ってなってるから、今駆け込みでも多分無理ということですね。お気をつけていってらっしゃい。それはホリエモン行ってきます。そしてここで手続きですね。座間味村那覇出張所というところで行きます。であちら側には渡嘉敷とか粟国ですね。前粟国だけ全然人少なかったみたいになって、実際少ないですね。久米島行きもここでやります。お電話のご予約で、はい、どうします。後ろのテーブルで乗船者名簿の記にお願いいたします。はい、まずこの乗船者名簿っていうのを書かないといけないみたいですね。
朝ごはんにこのマーミヤかまぼこ買おうと思ったのに時間ギリギリやからすぐに向かってくれって言って、やべえ、乗船時間締め切り10分前なんで早く向かってくれと。なんでまだこんなことなの。今日泳いだりするからあんま走りたくないんやけどな。はい、チケットはこんな感じで往復ですね。ザマミン2泊して赤島に1泊するんで、このチケット買いました。どこ一番遠いんか、この外国人急いでる。おお、待ってくれ、待てそこやぞ、ザマミ。あ、でもザマミの高速船は先。すいません、ザマミってまだあっちっすか、高速船。あっちザマミ。 Yes. あ、いやほら、希望それ。重たい荷物持ってるけど足がきついっす。ホテルの朝食なんか食べるべきじゃなかったな。何でよりによってこんな遠いとこにあんねん。飛行機でいうと LCC みたいな場所あるやんけ。もう無理や、もう無理。今流行りのもう無理。待ってくれんのか。みんな走ってるやん。なんでみんなそんな軽装備やねん。いや走りすぎやって。汗だくやわ。もう人大人気やん。しかも外国人が多いな。前ね、初めてトマリンを利用した時に使った粟国島のね、船はあそこなんですよ。めっちゃ近いっすよね。その感覚でいたらめっちゃ遠いやんけ。一番人気なんか一番近いんちゃうん。伊丹羽田線みたいな感じで爽快でした。皆さんもお気をつけください。この罠に絶対この罠にはまった人この中にたくさんいるはずっすよ。まあでも俺が最後やったけどな、入ったの。ありがとうトマリン。下をくぐるのか、まさかの行っちゃうのか。くぐった。高速船なんでね、波が強い時は結構揺れがあったりしますけど、今日は全然波がないんで揺れ全然揺れ。さすが高速船早いっすね。おへー、スカイマーク。我らがスカイマークで、この間にチャット GPT でザマミについて調べましょう。チャット GPT によると、ザマミ島は沖縄那覇西約 40km に位置する慶良間諸島の一部で、面積約 6.7 平方キロメートルの島ですと。透明度の高い海、慶良間ブルーで知られ、ダイビングやシュノーケリングのスポットとして人気がありますと。高速船クイーンザマミ3を利用すると約50分、フェリーザマミ3を利用すると約2時間ですね。ザマミ島は美しい自然と豊かな海洋生物が魅力の島です。訪れる際は最新の運航状況を確認し、計画的なね、旅行を楽しんでくださいと僕に言われてるような感じですね。今はね、春休み期間で、しかも今日金曜日なんでね、人多いっすね。全然穴場感ない時に来てしまった。でもね、今日と明日が晴れるんで、やっぱ晴れの時にね、行きたかった。俺は仕方ない。水しぶきのところが2時になってます。こんな感じで席がある。階に上がってきたらこういう囲われた席もあって、オープンなところがあって、そこからまた下に降りれるところがありますね。結構暖かい。まだめっちゃうるせえ。子供たちがクジラがいたのか言ってるけど、でも確かにあそこになんか微妙に白いものが、クジラのようなお腹をしたおっさんはおるけどな。あれは無人島のナガンヌ島とかですかね。これは運島って書いてるな。今みたいな見えてますけど、僕が去っていく赤島かな。赤島からこう橋を渡ってこの島まで行けるみたいな感じで、赤島も結構行く人少ないですよね。下にあれさらにこの赤島まで行く人少ない。僕は今回全部やりたいと思います。なんかめちゃくちゃ綺麗な感じで見えてきましたね。
これは綺麗や。近づいてきましたよ。ついに初座間味島到着です。これは人気なの分かるわ。美しい。青が素晴らしい。クジラおるやんけ。これは素晴らしいな。世界が恋するなんとかでしたっけ。まさに世界中の人が来てます。視聴者さんも乗ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、めっちゃ人多いやん。でレンタカーは一応予約してるんですけど、ここに迎えに来てくれてるわけじゃなさそうです。飲食の方とかいろいろ書いてますね。じゃあちょっと探しますか。レンタカーの場所ちょっと歩いていかないといけないみたいなんで。いや気持ちいいっすね。気温もね18度とかなんでそんなに暑くないんですよ今。このやっぱり日光が照ってるのでちょうどいい。600人ぐらいの島って聞いてるけど、ここだけ見るとめちゃめちゃ賑わってる感じするな。まだねご飯食べる場所とかそんなんも全く調べられてません。とりあえずレンタカーと宿だけ押さえた。もうここからすでにもう透明度が素晴らしい。青のゆくる感はねやっぱさすが人気スポットだけあって観光整備はされてますね。離島っぽくない慶良間諸島国立公園。でもこの辺から沖縄らしいいい感じの街並みじゃないですか。でもここも本当初心者にぴったり。いきなりいたー。ざまみにゃんこいるじゃないですか。ふいふいふい。ざまみにゃんこおまたいる。ふいふいおいで。どっか行ってしまった。この辺もなんかいろいろ宿とかシュノーケルのツアーとかやってくれるとこあるんや。あ、ここもまた猫がいっぱいいるな。外国人がめっちゃ多い。沖縄の風景なんすけど、まあでも確かにいいっすね。観光地化されてるけどいい。もうまたにゃんこいるじゃないですか。これは本当初心者良さそうやな。至る所に猫がいる。マリンショップもあります。民宿いっぱいあるんですね。でも日帰りする人が結構多いんですよね。ここはここでレンタカー借りる感じにしてます。多分レンタカー会社はここには3つあると思うんで早めの予約しといた方がいいですね。それではもう今天気いいうちにビーチとか行きたいと思います。行ってきます。はい、それでは小座間味ビーチにやってまいりました。すでにもう人がいる。さすが人気スポット。この環境自体はね素晴らしいですけどね。おお、泳ぐのが楽しみ。あー確かにでも綺麗ね。透明度半端ないわ。ここは結構ファミリーとかで来てね泳いでも安心そうですね。まあちょっと奥行くとなんか深そうな感じしますけど、この手前で泳ぐんだったらいいでしょう。まあでもなんか岩とかも見えるんで裸足で泳ぐのはちょっと良くないかもしれないですね。なんとウッドデッキみたいなところに登ってここ見れるみたいな感じで帰ったんですけど、なんと定休日改装中ということでここからは見れなさそうです。いきなりか慶良間諸島国立公園高槻山園地、これですね。高槻山展望台、現在地からこの第一展望台に来まして、第二展望台 100m 250m があるみたいですね。まず第一展望台まで行ってみましょう。ここに来る途中に徒歩でね上がってた人とか普通の自転車で坂を登ってた人がいましたけど、正直おすすめできないですね。きついと思います。やっぱレンタバイクとかレンタカーとかちょっと高めですけど借りた方がいい。少なくとも大人の穴場旅行としては借りた方がいい。
こっから見える景色も素晴らしいけど、展望台から見たらさらに綺麗なんかな。来たー。全然楽やった。100m 第一展望台来たー。これは素晴らしい。色がすごい。ボートが綺麗。最高です。さあ、それでは第2展望台まで行きますか。なんかこういう展望台とかまで行くと誰もいないですからね。ここはやっぱ車で来ないと来にくいから、そういう意味ではなんかそういう人が取らない選択肢を取っていくと穴場感が増してくるということですね。これはもう本当に全てのことに当てはまりますね。みんながこれがいい言ってるレールみたいな人生、いい高校行っていい大学行っていい会社に入って、でもそこをちょっと外れてみんなと違う方向にやってみる。そしたら誰もまだ見てない景色がそこに待ってるかもしれません。この展望台のように全く見たことのない景色が、しかも誰もそこにはいない自分だけの景色が独り占め、そんなことも教えてくれるんですね。この座間味島の旅はまさに旅は自己投資なんですね。って言って、そんなしょうもない話をしてたら着きましたよ。第2展望台意外と近いやん。しかもここも誰もいない。こんな大声上げて旅は自己投資とか言ってて誰かおったらもうめっちゃ恥ずかしいけど、誰もいませんでした。第2展望台来たー。ケラマジカっていう鹿とかもいるんですね。オオゴマダラとかザトウクジラとかもいるんですね。アオウミガメ、カクレクマノミ。ここは現在地になってまして、で座間味島、あさっていく赤島ですね。このゲルマアイランドと、なんで急に英語やねんみたいな、ゲルマ島と深地はこう繋がってるんですね。この渡嘉敷島もまた別の機会に行きたいと思ってます。で、あとはなんか多分あれなのかな、有人島じゃないんかな。この無人島まで行ってたら結構時間かかるんで。オウアイランド、これ僕最初奥竹島とか言ってた。ここのもずく食べたな。この奥竹島はなんか他のところにもあるみたいですね。そんなトラップある？でもずく食べたのはここじゃないっぽいです。あれがさっき言ったビーチか。もう名前忘れましたけど、奥座敷じゃねえわ、奥座間味みたいな、それですね。やっぱりこの慶良間諸島の魅力は、その一つの島に行ってもなんか他の島が見渡せる。長崎とかでもねこういう景色ありましたけど、仙台のね松島とかでも島が連なってる感じが沖縄で楽しめるっていうのがまたこう一つの魅力ですね。そしてこの色、美しい、世界が恋するブルー。それではもずくヌードル和山もずくっていうところにやってまいりました。急に都会的。ラーメンスタイルみたいな感じ。ビール飲みたいけどな。うまそうな。麺にもずくがこう練り込まれてるみたいな感じなんですけど、さらにそれにもずく追加でやりました。今の時点では250円でしたけど、これからどんどん値上げになるかもしれないですけどね。それではいただきます。どんな味なの？そば自体が味が変わるんかな。めっちゃもちもちしてるな。なんか後味にちょっともずくの味がするような感じしますね。これはうまいわ。お汁もちょっと飲んでみよう。もずくを追加したからかもしれないですけど、なんかもずくのヘルシーな感じがちょっとほのかに感じられてうめえ。ありがとうございました。また視聴者さんに先ほどお声掛けいただきまして、結構出会いますね。まだ一回もザーミドラ取ってないのにめっちゃぬめりがある。なんか新鮮なんですかね。もずく取ってきてそのまま入れたみたいなぐらいのなんかぬめりを感じる。僕の動画をもっとぬめり出していかないといけないですね。ちょっということかわからんけど、三枚肉、
肉も素晴らしい。綺麗にまとまってますね。上品なそばって感じ。これちょっといただいてみましょうか。ケラマブルーレモネードね、観光地ならではのドリンクですけどね。思ったよりレモネードや。なんかこの青い感じがね、もうちょっと甘いんかなと思ったけど結構酸っぱい。これが黄色の方がイメージがつく。今日ね厳しい展望台とか登ったからうまいですね。じゃああとは楽しませてもらいます。ずっと撮ってたら味もね 100% わからない状態になったりするんでね。いやそんな状態でレビューしてたんかみたいな。ちゃんとねもう大人なんでね。入れすぎた。ちょっと入れすぎたから不安やな。引き締まってる。こうからかなってるやん。うまい。いやー美しいですね。そしてここにマリリン像があります。マリリンどんな可愛い子ちゃんやねんみたいな感じで犬かよ。マリリン何なんだこれは。全くの謎です。あの島に思いを馳せて見てるんでしょうか。スマホ使うことないやろって思って車の中置いてきたらもう撮りてえやんこんなん。これ見るためだけにこう来てもいい。さあ公式のね遊泳スポットとしてアマビーチっていうところに来ました。ここはね結構ウミガメが見れるスポットとして有名らしいですね。でここもやっぱ来てる人多いですね。コテージとかなんかあるんかね。この辺住めたらめっちゃいいやん。ここの方が泳いでる人多そう。ファミリーで泳いでる人とかもいますね。あの辺にボートが止まってるってことはあそこで泳いだら綺麗っていうことかな。僕もあの辺までちょっと行ってみるかな。ここ泳いでみますか。サンゴがあるかどうかわかんないですけどウミガメはいるっていう風に聞いてるんで、あのボートのあたりあの辺行ってみたいと思います。透明度は抜群なんで普通に海水浴で楽しそうですけど、こんなガチ装備で来る人なかなかいない。
やー、過去最高レベルにね透明度の高い海でした。ただね、ウミガメにも出会えませんでしたし、サンゴも正直物足りなかったですね。で、明日改めてシュノーケリングの業者さんとコンタクトが取れまして、ボートで連れて行ってくれるということなんで期待したいと思います。明日もまだ午前中は天気がいいと思うんでね。泳いだらねちょっとお腹が空くということで商店にやってきました。この105ストア、パンダがついたポストもあっていい感じですね。つまみの山餅、これも今日飲またいっていうと、これ入り口にはサーターアンダギー、コロッケとかポーク卵おにぎりもあるな。うまそう。弁当もある。カップヌードルも売ってる。金ちゃんヌードルも売ってる。沖縄で言えば金ちゃんヌードルとか言われてますけど、徳島のやつですからね。僕は知ってます。トゥモローネバーノーズ、今からラジオでモーリージャンヌのテーマソングじゃないですか。ちょっと高めですね。柿の種が325円。ちょっと普通のお店より高めになってる。はい、それではね、サーターアンダギー買いましたんで、それ味わってみたいと思います。いただきます。これはまた違うな。亡くなったおじいちゃんがよくドーナツ作ってくれたけど、その味や懐かしい。急がなあかんから早く行きます。さあ、やってまいりました。千々園地、千々ピクニックサイト。園地でピクニックサイトっていうんや。これはケラマ、すいません、ちょっと片手サーターアンダギー食べながらね泳いだの。こうアマビーチで泳いで、先ほど商店で買い物して、そのままビーッとこう上がってきて千々展望台まで来ました。結構遠そうに見えますよね。なんか北海道みたいな感じやからで、ここまでなんかもう6時間ぐらいかかるんじゃんと思うけど、実際5分ぐらいでしたね。だからほんとコンパクトですね。どっか行き忘れたって言っても、もう一回端っこから端っこまで行っても全然リカバーできる、本当に初心者向けの島だなと思います。サーターアンダギーの残りだけ食べてから行きます。さあ、険しい階段を登って行きたいと思います。もう終わりかい。家島もね初心者向けみたいな話しましたけど、この座間味も初心者向け。おお、すごいなこれ。これは与那国島を思わせるような、礼文島とかでもなんかこういう感じ見ましたけども、素晴らしい断崖絶壁の展望台から来たー。これはなかなか見応えがありますね。海のコントラスト、ここ泳いだらなんかすごそうやけどな。下の方に行けそうな感じですね。展望台の手前から降りれますね。よいしょよいしょ。よいしょ。泳いだばっかりやのにまた結局登山みたいなことさせるんかと思ったら、これで終わりこっから先に行きたいけど、まさかの階段のところが塞がってる定休日。どうやって行くん？これ行くの？まさかこれはやばいぞ。一応道があったっぽいけど木だらけになってるけど、行くか。皆さんに最高の映像を届けるためにやらなければいけない。こんなん YouTube とかの撮影がなかったら絶対に行ってない。そんなところでも僕は行きます。皆さんに勇気をもらっております。もうすごい二手に分かれた。どっちだ？こんな急に大冒険みたいな、嘘だろ。これ本当に合ってる？降りれる？これはすごいよ。致死なんとかって書いてるけど、致死量の血が出るとかそういうことちゃうな。この辺まででいいでしょ。この以上行ってね、ハブとか出たら大変やし、ハブが出るんかどうかも知らんけど、行くべきなんかこれ。こっから先ちょっと厳しいな。ここまでにしとこう。でもすごい。やってまいりましたよ。ここも一般的には泳ぐところとしては推奨されてるわけじゃないですけど、一部の方にはここで泳ぐことが人気になってる。なんかそんな感じしますね。ボートとかあるし、でも全然観光地化されてない秘密のシュノーケリング場所みたいな。でも危ないんでね、素人はやめておいた方がいいってやつですね。手つかずな感じ。こういうところもあるのもいいですね。いや素晴らしい。座間味ってなんかすごい人気っていうのを知ってたから、正直
ちょっと毛嫌いしてたんですよ僕。でもやっぱその人気になるだけあってめちゃくちゃバランスがいいわ。見応えある。さっきスーパーでトゥモローネバーノーズ流れてたから、ここもそれを歌えと言わんばかりな崖やっすね。来たな。なんじゃこれは。なんという透明度。そしてあの奥になんか洞窟があるのが見えるね。これはすごい。声も響く。ついつい歌いたくなりそうな場所やな。あの曲を思わず歌ってしまいそうなぐらいの場所。いやー、これはもうなんかの PV みたいな。すげえ。果てしない闇の向こうにわー手を伸ばそう。響くな。しかも歌うにぴったりや。こんな叫んでても誰にも注意されない。最高です。ありがとう。ちょっとなんか誰か来たような気がしたな。今日と明日か宿泊するところはこのインザストリームというところでセルフチェックインみたいな感じでできるみたいですね。コテージというかなんか一個一個別々の個室みたいになってるやつです。ここが共用スペースになってるみたいですね。7時から11時まで使えるということです。こんな感じでいろんなプレハブみたいな家かなが、でも隣同士は離れてるんで本当に個室みたいな感じです。僕は2番ですね。こういう感じなんですね。ツインベッドルームみたいな感じになってて全然十分ですね。でエアコンもあるし、こちら側ちゃんとテレビがあってタオルとかも用意してくれてますね。冷蔵庫もあるし、この辺の一式ここ入ってますね。トイレットペーパーと物干し竿とティッシュ、掃除するやつとドライヤー丸ごと入ってますね。なんか暗いなと思ったらサングラスしてた。あるあるっすね。ここがハンガーになってまして、ハンガーも5つありますね。はい。そしてこっちがユニットバスになってまして、シャワーも浴びることができます。隣がなんか浄化センターになってたんで、ここの水はおそらく海水をこう浄化して使えるようにしてるタイプじゃないですかね。結構そういう離島が
最近あることを僕も知りました。伊是名島とかね、粟国島とかもそうでした。そして外に洗濯機がありますね。こちらも8時から21時だったら使っていい。これも嬉しいですね。そしてね、こうやって外に濡れたものを干したりできるのもめっちゃいいですね。やっぱ泳ぎますからね。ありがたい。サンセットを見るポイントとしてね、本当にいろんなとこがあると思うんですけど、上の浜展望台というところを選びました。ここ来る途中にもね、穏やかなこう海に反射する日没をこう楽しむみたいな人がたくさんいて、かなり誘惑されましたけども、他にもね一組来てそうな感じがしますね。結構歩くな。間に合うんか。で今日結構なんか雲が出てきてますね。最高の天気でしたけども、やっぱ島の天気なんで分かんないですね。急にこうやって雲が出てくる。まるで人との付き合いのようですね。さっきまで穏やかだと思ってたら急に機嫌が悪くなるみたいなね。恐ろしいですね。いや、そんなことをね考えさせられるのも神の浜かもしれません。あれがもうラストチャンスかもしれない。夕日と反対方向じゃないですか。すでに先客もいらっしゃいます。ここで仕事することもできる。この海域には毎年冬になるとザトウクジラがやってきて、その暖かい海で繁殖と子育てをしますと。ここから実際の姿を観察できることもあると。あそこに見えてるのが八旅島と久米島で、この右側に見えてるのが渡名喜島なんや。いやー、結局ああやって雲が出て望みの景色は見れなかったわけですけども、いや、この場所にねいろんな人がちょいちょいやってきて、ここでご飯を食べてたりとか、それはいいなみたいな感じで思いましたね。家でご飯食べるんじゃなくて、ここでサンセットを見ながらご飯を食べる。皆さんもそんなゆとりを持った生き方してますか？そういうのも大事だなと思いました。このサンセットをわざわざ時間を使ってこう見に来るっていうことが、こういう島旅とかした時じゃないとなかなかできないと思うんですよ。皆さんが仕事してて、ちょうど例えば5時に仕事終わったとして、ね、わざわざサンセット見に行こうみたいな感じで見に行かないじゃないですか。こういう望みの景色が見れなかったとしても、そこに咲いた時間に僕は意味があると思いますし、そこで多分夕日が見れなくても光の移り変わり、色の移り変わりも見たりとか、その間になんかいろんなこと考えたりとかして、そういった時間がねめっちゃ大事だなと思います。ただ僕はこんな大事な時間に任天堂スイッチ2の抽選販売のボタンをずっと押しても全然反応しないからイライラしてました。無念です。ちょっと地図なしで行っても分かるやろって思ったら、もう全然違う道入ってしまった。何やねん、イノシシとか出そうな。はい、それでは今から飲み歩き行きたいと思います。街歩きしながらなんですけど、ちょっと歩いて5分ぐらいのところの居酒屋がありまして、そこを予約しました。人気店らしいんですけどね、昼の店とか宿とかは割とあるみたいな感じなんですよね。丸宮って書いてるの、レストランって書いてるから、バーとかも何軒かあるんですよね。人口は少ないはずだけど、キュッとこう集落がまとまってるから、ここもなんかパーラーマギーって言って一応飲食店になってるの。ここも居酒屋70っていうところだ。外国人の方が多いっすね。この星とかもちょっとした温泉街みたいな感じで、ここもピザって書いてるな。真っ暗っすね。でも真っ暗なのに怖くない感じがあります。それはやっぱにゃんこの効果なのか。ザワにゃんこ見えてるぞ俺には。なんか待ってザワにゃんこ、おいザワにゃんこ、おい全然見向きもしてくれへんやんけ。てか私はもう早く居酒屋行かんといかんから、俺もお前のこと相手できへんねん。ちょっと過ぎたな。猫に気を取られて過ぎた。あれここ道隠れてる。道がないように見えて、道が隠れてた。ここを通っていく、隠れ家みたいな道を通っていく。いや、この街並みも面白いな。めっちゃ狭いもん道。この辺かな。ここや見つけた。サンタ、ここです。来ました。
まずはオリオンの生を唱えました。青森もあるし、焼酎もあるし、チューハイのレモンとかいい人入ってた。日本酒はこんな感じのメニューになってます。おすすめやたなのかな。本日のお刺身とか、ザマミさんアオリイカって書いてあります。今が旬の県産野菜ということで、島らっきょうをお抱えときません。オリオンビール、生でいただきたいと思います。いや、全然うまい。満席ですね。予約してよかった。まあ予約したと言っても1時間前ぐらいに電話しただけですけど、ファミリーで来てる人とかね、多いですね。で、外国人の方もたくさん来てる。刺身盛り合わせとマグロと、それがアオリイカですね。ピマーズ。これがアナゴですね。アナゴの刺身。珍しい。そしてこれがタコまんまというのがです。それではね、まずマグロからいただきましょう。マグロうまいな。なんか水っぽくない。これがザマミのアオリイカ。いただきます。新鮮さをすごく感じる。イカにまとわりつく粘り気とか、取れたてって感じ。島味。これも適度な青臭さもあるけど、それが逆にうまい。ちょっと他のお酒に合わせたい。ここ日本酒とか置いてるな。外国人の方も多いからなんや。広島も行きましたね。和歌山も行きましたね。山形も行きましたね。島根、僕は行ったけど、動画にはしてないですね。秋田も行きましたね。見てますか？タコまんま。これ永久に取れない系の。タコまんまうまい。イカっぽい感じがするけどタコなんですね。で、アナゴ。対馬でもアナゴの刺身食べた。魚うまいやん、ここ。びっくりやな。沖縄とは思えん。イカの白子ポン酢です。おこれはうまいな。ぶっちゃ日本酒飲みたくない。イカの白子料理のボリュームはそんなに多くないですけど、一人分だったら少なくしますよって書いてあるけど、誰でもっと多くしてくれっていうぐらいですけど、味は間違いない。違うの頼もう。特にそのザマミの泡盛みたいにないんすよね。泡盛仕込みっていうのがあるな。生姜レモンの泡盛仕込みってね、やってみようかな。ちょうどちょっと喉昨日痛かったんで、生姜とか良さそう。生姜レモンのソーダ割りとか、やっぱロックにしようか。男は黙って泡盛ロックでしょ。生姜レモンロック。もやしみたいに見えるけど、島らっきょうなんですね、これ。うまっ。これは効くね。ジンジャー効いてる。これはうまいわ。もうちょっとなんかいろいろ頼んでみようかな。沖縄アワビだけの天ぷらです。塩でいただきます。アワビかなと思ったらアワビだけでした。アワビのような感じなのかな。アワビのようにうまい。アワビのような形してるんかな。全く謎ですけど。アワビの味ではないですね。めっちゃうまい。この酒何でも合うな。これめっちゃ気に入った。生姜レモン。チキナーチャンプルー来ました。チキナーっていうのはこのほうれん草みたいなことを言うみたいですね。豆腐もうまいです。県産豚ロースカツです。熱々でうまい。沖縄の豚はうまいですね。こういう飲みの場で、いろんな人にこう絡んで輪が広がるみたいな、そんな空気は正直ないっすね。普通の都会に飲みに行ったみたいな感じで、それぞれがそれぞれグループで楽しんでるみたいな。それだけやっぱこの座間味島が観光地としてすごい、盛り上がってるので、そこはちょっと残念な部分はありますね。だからちょっと冷たく感じます、僕からすると。いろいろ離島に行きましたからね、僕も。すごいあったかい離島が多かった中で、やっぱ観光地慣れしてるこの座間味島は、島の人の対応がやっぱりちょっと違うなっていうのは感覚的に感じます。来てくれてありがとうみたいな感じがやっぱいろんな離島で多かったですけど、ここは正直そんな感じじゃないです。でも島のそのポテンシャルというか、海の綺麗さとか観光スポットの位置だったりとかコンパクトさとかは非常に優等生だと思います。
はい、だから初心者の方は来やすいかなと思います。沖縄に来てね、タクシー10分ぐらいの泊まり港からすぐ来れて日帰りもできちゃうみたいな、他には勝てない要素ですけど、本当に感じてほしいこの離島の良さみたいなのはやっぱりもっと他のところで味わえることなんかなみたいな。だからまずはここで離島の良さに触れて、そこから次にステップアップするみたいなのがいいかなと思いましたね。奥は深いっすね。観光地化が進みすぎても、いい部分と悪い部分があるんだなっていうのを、売れたらいいっていうことじゃないんですよ。だからそれによって失うものもあるっていうことです。何でもそうですよね。何かを取ったら何かを失う、どっちも取るみたいなことはなかなかできないです。難しいっすね。そんなことも教えてくれるんですね、この座間味島の旅は。まさに旅は自己投資。いやー、美味しかったですね。ちょっとやっぱ観光地価格っていう感じではありましたけども、で今ね夜の8時41分ですね。でもう一軒行ってもいいんですけど、明日も泳ぐんでね、宿に戻って、にゃんこいるじゃないですか。寝るわな。本当はね、売店とかで何か買って部屋で飲んでもいいなと思ってたんですけども、8時以降はもう閉まってるみたいですね。星もね綺麗なんですけど、今日は半月なんでね本領発揮してないと思うんですけど、いろんな虫の音とか鳥の声とかして、それを聞いてるだけでも癒されますね。離島に来てるんだなっていう感じがします。おはようございます。今朝の6時8分ですね。朝日を見に来ましたが、ちょっとねどうなんかなっていう、ちょっと見れそうにないと思って多分諦めた人も多いと思います。僕もやめようかなと思ったんですけど、見れるんじゃないかなっていう期待もしながら、今日はね業者さんにお願いしてシュノーケリングもするんで、一応晴れ予報なんですけどね。僕は晴れ男なんで、こう曇り予報とか雨予報でも晴れることはありますが、こうやって晴れ予報でもこう朝はね曇ったりみたいなことはよくありますね。小座ビーチにね今来たんですけど、ここは結構人気スポットやから、朝日見に来る人もめっちゃ多いから、もっと離れた誰もいなさそうな場所に行こうかなと思ったんですけど、やっぱこんな天気なんで今誰もいないですね。どっから朝日が出るんかが読めん。いやー、よく方向考えたらあの辺かもしれんな。ちょっと半島みたいに囲まれて見づらいっすね。こんな感じっすよね。ここに隠れちゃう、こっちの方向やから。となると最初伊能の浜っていうところで見ようかなと思ったけど、ここも隠れるな。意外と昨日行ったこの獅子展望台、この辺が何も遮るもんなくて見れたかもしれないですね。やっぱり隠れてますね。せっかく早起きしたんで朝日は見れなかったですけど、朝食ねやってるところがあるみたいなんで、これもいい機会ですね。で今日は午前中はね多分天気まだ持つんでシュノーケリング楽しみたいと思うんですけど、昼からは多分天気悪くなるんですよ。と明日赤島に行くんですけど、赤島の1日目は天気悪くなりそうなんで、街歩きとかねいろんなお店行ったりとか、別にね閉まって天気が良くないと全く何もできないとかじゃないんで、焦ってが一応晴れの予報になってるみたいなんで、どっかで赤島も晴れてくれるだろうと。いや、座間味はね昨日が最高だったんで、天気のいい時と曇りの時とか雨の時とかどんな感じなんかなっていうの分かると思うんで、どうしようかな。あの半島の上まで太陽の光が出るの待つか、もう戻るか悩みどころっすね。人生の選択やなこれも。戻るかな。ちょっとだけ仮眠取って9時になりました。で10時からねシュノーケリング、そうです、10時からです。その前に朝ごはん食べておきたいと思います。自分が泊まってる宿から本当に直線4分ぐらい行ったところにちゃんとした朝食を出してくれるところがあるんで行きたいと思います。座間味は
ここ道なんかなみたいなところを普通に通ったりしますね。しかし天気どうなるんやろな。まだ全然雲がどんより出てます。診療所とかもあるんですね。安心ですね。まあこんだけどんよりしてますけどね、伊平屋島とかでもねこれぐらい雲が覆われててどうなるんかなと思ったら、実際海に出たらね超快晴になったりとかしたんで信じたいと思います。この木もすごいな。やっぱ離島だな。そんな感じですね。空き家も多そうやな。すごいな、神社みたいになってる。あれや、見えました。日だまり屋って書いてる。あそこ朝食やってるみたいなんですよ。この街並みもいいっすね。ちゃんと住んでる人多い。ご飯カフェ日だまり屋やってんのかな。どこが入り口なの。人が出ているからあれやってるんじゃないですか。本日は11時からのオープン。なんで今日土曜日やで。土曜日は7時半から10時半11時半から14時やのに、なんでやねん。クローズドやん。なんでこんなことが起こるん。信じられん。理由も書いてない。寝坊かな。めっちゃ急いで早歩きで来たのに無念すぎる。明日行くか。さっきのところが閉まっててもまだチャンスあります。昨日行った商店じゃなくてまだ別のところの商店で探してみたいと思います。その商店まで閉まってたらもう朝食諦めます。いや諦めない。昨日行った商店は開いてました。でもあえて違うところに行く。この辺の雰囲気もなんかいいですね。温泉街みたい。シュノーケリングツアーとか出かけるんかな。自転車とかもね、普通の自転車きついと思うけどな。電動付きはいるで。この辺空き家ですね。空き家だけど猫が住んでる。レンタサイクルほとんど電動付きじゃないっすよね。あ、こんな公園もあるんや。子育てする方もいらっしゃるということですね。あそこにも猫がいる。めっちゃ集まってるやん。7匹ぐらいおるぞ。また猫や。どんだけ猫おんねん。猫島やん。もうペイペイ使います。それだけで入りたくなる。ここやん。小峰商店。うまそうなおにぎりとか弁当売ってますね。昆布、油味噌、チキンが売り切れやな。お酒も売ってる。はい、売店でこれを買いました。350円の弁当とおにぎり2つですね。このおにぎりとかは300円近くした。こっち180円ぐらいやった。これで朝ごはん代わりにします。ちょっと後ろ男の部屋ということで勘弁してください。いただきましょう。弁当もうまそうやな。これ350円でお得やな。おにぎりが300円近くするの。そぼろもなんかちょっとピリ辛っすね。グリーンピース、枝豆とコーン、カリフラワーとかも入ってるし、ご飯の量とかもおにぎり2つ分ぐらいあるね。しそチキンカツみたいな。島の人は買っていくから安いんかな。300円結構高いっすよね。これ何のおにぎりやったかな。なんとか味噌うまい。手作りやな。あの弁当とこのおにぎりが70円ぐらいしか変わらへんっていうのはどういう値段設定。でもうまい。おにぎりはもしかしたら外国人が好きなのかもしれないですね。だからちょっと高めになってるんかも。こっち昆布、おにぎり人気やからな。弁当とかは多分外国人のあんま買わないんかもな。だけど久米島の水、これでシュノーケリングに備えたいと思います。まだ全然どんよりしますけど、どうなるんでしょうか。伊平屋島の再来なるか。そう、それでは船の方に向かいたいと思います。天気が変わると海の見た目も変わりますね。それもまた面白い。テンションがなんか低そうに皆さん感じてると思うんですけど、これは別に天気が悪いからとか仕事で悪いことだったとかじゃなくて、ただ僕が朝弱いだけです。このボートで行きます。濡れてはいけないものをこの箱に入れるようにねなってます。ありがたいですね。そういう配慮が素晴らしいですね。あ、なんか入ってる。これなんか入ってますけど、そのまま上に入れて大丈夫ですか。さあ出発します。
っただけではいけないボートならではにも行けるところに行くんで、めっちゃ楽しみです。ここでまずドローンを撮るということです。曇っててこの透明度ですからね、すごい。あそこに人いるな。何組か来てるんですかね。手つかずな感じも素晴らしいですね。これぞ手つかずな感じ。わあすげえ。こういうとこ来れるだけでも価値あるな。この木も謎の木やな。そう考えると無人島生活ってすごいな。何にも電気も水もないところで生き延びるわけでしょ。ほんとなんもない。いっててててていっていてて。何これ。いった。ただの草かと思ったらめっちゃチクチクする。なんでこの植物とかはできたんやろ。そしてここの木はなんでこうやって枯れたんやろ。そんななんか普段考えないようなことを考えてしまうな。ただのシュノーケリングサービスかと思ったらこんな考える時間までくれるんですね。これは価値あるな。でちょっとずつ雲が少なくなってきてる。これは泳ぐ時にはいけるんちゃうんすか。分厚い雲がなくなってきてる。これはすごいな。無人島。何あれ。なんでこんなところにこんな木だけ生えてるん。すごい。パパイヤや。パパイヤが生えてる。いや結構広いな。またボートが来た。何社いてここに来るみたいな感じになってるんでしょうね。これは想像してなかったな。こんなんやるって知らんかったから余計なんかお得な気分ですね。ヤギいました。お祝いとかあるときはみんなで取りにあ、そうなんですか。何匹ぐらいいるんですか。多分10頭はいあ、ます、ね。10頭いるんですか。ヤギが10頭ぐらいいたらしいんですけど発見できんかったな。皆さん探してみてくださいね。お祝い事があったらここのヤギを捕まえに来たりするみたいです。 PTA でヤギ PTA でこっちが揚げなし揚げなし揚げなしくじま。これがこう揚げなしこれがサンゴもりもりなのでこうぐるって回っていきたいと思います。浅いのでサンゴ蹴らないように気をつけてください。
こんな感じでね、真水に機材をつけることもできるし、シャワーもね、熱湯をちゃんと浴びることができました。めっちゃ寒かったんで助かりましたね。よくやらかしてしまったんですけど、スマホを水着のポケットに入れたまま泳いでました。無念です。スマホ財布になってるんでね、もうカードとか免許証とか全部濡れて、今からドライヤーで中に忍ばせてた1万円も洗います。洗いましたね。乾かします。こんなことある？まあ今のところ生きてるんでね、ドライヤーも使えて最高ですね。今日のランチはサーモンポキ丼とサーラン漬け丼なんですが、サーモンポキ丼の方が人気なんですけど、こちらの魚を使っているのはサーラン漬け丼ということで、これがサーランの漬け丼です。それではね、サワラ漬け丼をいただきます。泳いだ後やっぱ絶対うまそうやな。本当はビール飲みたいですけど、まだこの後運転するんで。しっかりと使っててうまい。わさびとの相性もいいな。ご飯が進む味。僕はここの中村屋さんのこと全然知らなかったんですけど、宿もやってるし、まあ今回僕はね、シュノーケリングでお世話になりましたけど、このランチもやってる。で夜は、なんか夏だけ居酒屋みたいなのもやってるみたいなんで、中村屋さんに泊まれば全部やってくれる感じですね。で、そのまま徒歩でボートのところまで行けてね、泳いでから帰ってきたらもうすぐにこの宿でシャワー浴びれるんで、泊まってなくても浴びさせてもらいましたけども、泊まってたらもう着替えとかも全部ここにあるし、荷物もここにあるから便利ですね。さあちょっと街歩きしようと思うんですけど、こう座間味鮮魚店とかあるんですね。で最初この辺りにお昼食べに行こうと思ってたんですよね。あ、ここや。天ぷらお刺身座間味村漁協。ここ結構コスパがいいって聞いてて、本当はここ食べに行こうかなと考えてたんですけど、結局閉まってたんよ。マジかよ。危なかったな。ようこそ座間味村へと。見るとこはざっくり一通り見た感じはして終わりに近づいてる感じしてるんですけど、こういうのも改めて歩いてみるといいっすね。いや、のんびりした時間を過ごせますね。こうやって街歩きするっていうのはね。風の音、波の音、カラスの声、鳥の声。これぞ島ですね。軽自動車の音すら癒しだな。観光地としてね、すごい発展してるみたいで、この青のゆくる館という新しい施設ができてますね。ケラマ諸島ナショナルパークということでマップがあったりとか、那覇泊港からね来ましたね。あ、こうですね。黒島っていう島もあるんや。八重山諸島にも黒島ありましたね。ケラマブルーのこと書かれてますね。サンゴのこととかね、種類とか書いている。勉強になりますね。でも今サンゴ礁に問題が起きてると。台風による強い波はサンゴに大きなダメージを与える。でも台風も必要やっていう感じの話も聞きますけどね。どっちが本当なんでしょうか。地球温暖化による海水温の上昇はサンゴの発火を引き起こしますと。餌付けをすると本来の食性が損なわれ、生態系のバランスが崩れる可能性があります。結構ね、ウミガメを餌付けしてる場所とか多いですからね。座間味のウミガメは餌付けされてないですね。で、その奥にカフェもあるやん。カフェゆくるやーって。こうちょっとご飯食べた後です。利用しようかな。ちょっと小腹も空いたしな。これ結構見応えあるな。皆さんもぜひね来てみてくださいね。鹿とかもいるんですね。ケラマジカ。赤島の方には結構鹿がいるっていう風に聞きましたけどね。今んとこ見てないな。小紫オカヤドカリとかも見てないな。この紅アジサンとかも見てない。琉球赤小瓶も見てないな。ケラマトカゲモドキも見てないな。ザトウクジラも見てないな。面白いですね。いろんなことができるみたいで、例えばこのケラマブルーを体験に芝は飛び込むってしたら、なんと飛び込む感じがモーリーチャンネルみたいだな。さらにこれはモーリーチャンネルもできないですね。動かすと右に行ったりとかするんですよ。自分で泳いでる感じをちょっと味わえる。これはモーリーチャンネルできないな。
できるようにしてほしい。でも映像は森チャンネルは綺麗ちゃう？素晴らしいね、こういう取り組み。今回ウミガメが見れなかったですけど、この画面でウミガメ見ることができる。これでもう森チャンネル見たのと一緒やな。めっちゃ解像度すごいし。上の浜展望台もこんな感じなんや。これ今日行ったとこやん、ガヒ島。ここがやっぱ一番人気のとこなんや。こんな綺麗にサンゴ見えるんや、いい時は。普通に歩いてるけどモデルやろ。泳ぎましたね、ここ。これは素晴らしいな、この青。ほんまにこんな青くなるん？真夏はこんなに青くなるんかな。急にインスタグラマー的なものを食べます。パンケーキシャレオツ。なんかめっちゃ泡が溢れてる。それではいただきます。これね、どんな味？あ、ブルーの方がめっちゃ甘い。やっぱ混ぜなあかんな。ちゃんと混ざってなかったから。混ざるとうまいけどなかなか混ざらん。これでもう2時間ぐらいかかるさ。フェリー乗り遅れる。まあ今日俺フェリー乗らへんけど、ここはなんかフェリーの待ち時間とかにちょうどいいですね。爆睡してる人とかいますけどね、その辺がやっぱ日本人とちょっと感覚が違う。空港にいるバックパッカーみたいに寝てる人とかいます。いただきます。パンケーキ。急に都会的な味やん。みんなこれ頼んでるな。これ頼むのが正解なんでしょ。おお、すごいすごいすごい。めっちゃクリームだ。これはうまいんじゃない？うまっ。お前まさか普通に食べて食レポするだけかよと思ってる方もいらっしゃったと思います。モーリーチャンネルではそんな食べるだけで終わらせません。皆さん黒糖って気にならないですか？島に行くと黒糖が有名じゃないですか。そもそも僕たちが普通に口にする上白糖、健康のために他の砂糖に変えてる人もいると思いますけども、それと黒糖何が違うのか、なぜこの離島で黒糖が有名なのか、僕がチャット GPT に代わってお伝えします。離島で黒糖が有名な理由はいくつかあります。温暖な気候と豊富な日差し、適度な雨があるためサトウキビ栽培にとても適しています。サトウキビは熱帯亜熱帯で育つ作物なので寮の環境はまさに最適と。あと土地の有効活用ですね。離島は山が多くて平地が少ないため稲作や大規模な畑作が難しいことが多い。でもサトウキビは痩せた土地でも育つ強い植物なので土地を有効活用しやすいというねメリットがあるらしいです。で島ごとにねやっぱ製法や味が少しずつ違ってて、何々島の黒糖みたいなブランド化されている。保存性も高いんですよ。昔は物流が不便だったため腐りにくくて長持ちする黒糖は商品として非常に優秀だったと。島外に持ち出しても劣化しにくいので島の特産品として定着したという背景もあると。黒糖と砂糖はどう違うんやと。で製造方法も違う。で黒糖はサトウキビの絞り汁をそのまま煮詰めて固めた精製されてないんですよ。未精製の糖って言われるんですね。サトウキビの成分がそのまま残っているためミネラルなどの栄養も豊富。白砂糖、上白糖とかグラニュー糖とかはサトウキビは天才から絞り汁を取り出して不純物を取り除いて生成したものなんですね。だから見た目が白くて甘さがすっきりしている。ただ製造の過程でビタミンとかミネラルはほとんど除去されてしまうんですね。カルシウムなんかも 100g あたりでいうと黒糖は 240mg あるのに上白糖は約 1mg しかない。240分の1になってしまう。カリウムも 1100mg あったのが上白糖になると 2mg しかなくなっちゃう。鉄分も 4.7mg あるのが上白糖になると 0.1mg しかなくなる。マグネシウムも 31mg あるのに上白糖は微量。健康志向の人はやっぱ黒糖とかきび砂糖を選ぶ人も多いと。僕も多分きび砂糖とか使ってると思います。自分の健康を守るためには黒糖を使っていった方がいいということですね。ためになりますね、モーリーチャンネル。いや黒糖選んでいきましょう。上白糖今までありがとうございました。
上白糖の方がいい部分もあるかもしれないです。その味とかね、味がすっきりしてるとかは気をつけないといけないですね。そういう砂糖がたくさん入った食べ物、コーラとかね、危ないっすよ。ポカリスエットとかも危ないっすよ。砂糖とかこう袋でそのまま丸飲みしてる人も危ないっすよ。そんなやつおらんか。今回パンケーキに使われているのは黒蜜っすね。黒蜜は何なんやということで、これもチャット GPT 先生に教わります。黒蜜とは黒糖を水と一緒に煮詰めて溶かして作ったとろりとした黒いシロップということなんで黒糖ですね。でも溶かしたから成分とか変わらんのかな。成分はどうなるって聞いてみよう。やっぱ黒糖を原料に使ってるので、黒蜜を少量ながらミネラルも含まれてるということですね。ミネラルいただきます。そんな風に考えながら食べるとより一層美味しくなりますね。私たちはミネラルが足りない。だから黒糖とモーリーチャンネルを見てミネラル補給していきましょう。まさに旅を作ります。明日ね、赤島行くのにフェリーが出てるんかなって思ったら、この4つですね。7時45分、11時45分、14時半みたいな。でアハレンっていうのは行くのはなんか予約がある時だけって言ってました。明日11時45分発で行こうかな。朝ごはん食べて赤島11時45分向かって向こう着いてお昼ご飯からスタートみたいな。僕ザマミから渡嘉敷には行けないと思ってたんですけど、このアハレン行きっていうのが渡嘉敷に行くやつみたいですね。これも予約して行くんだったら多分行けたんですね。だからこのザマミを拠点に赤も行けるし、またザマミ戻ってきて渡嘉敷に行くこともできる。ちょっと今回はそれやりませんけども、そういう行き方もあるということだけ押さえておいてください。ここ Google マップでは違う名前なんですけどね、上の浜園地ってなってるな。女瀬の先展望台みたいな、なんて呼ぶんか分からんけど Google マップに書いてる名前なんですけど、その真相をちょっと確かめに行きましょう。上の浜展望台、昨日の夕日を見ようとしたところと、こっちはなんかうなじの幸展望台でも、ここは上の浜園地うなぎの幸展望台ってなってる。謎ですね。で今日はね、昨日行かなかった観光スポットだけ回りたいなと思います。天気そんな良くないけど、うわー、これ絶景感はあるな。うわすげえすげえ、うわー、これは見応えあるわ。そしてビーチが見えてるけど、ゴミが打ち上げられてるな。あの辺は本当に手つかずな感じですね。うわー、これは迫力あるな。いや本当にザマミって奥深いですね。景色がめちゃめちゃブルーのね、青々としたところばっかりが目立ってますけど、意外とこういう断崖絶壁で秘境感があるところも結構あるな。誰もあそこには足踏み入れたことがないんじゃないっていうような場所が結構あるな。天気悪くても見応えありますね。天気悪かったらなんか見るとこないんじゃないとかって思ってちょっとテンション下がってたんですけど、全然あるやん。うわこれもすごい、なかなかですよこれ。なんで誰か靴を、何か事件が起こってる。やばいやばい。ここに来てるの僕だけなんですよ。人気スポットじゃないの、座間味島って。この階段とかも他の離島とか行くととんでもない階段登らされたりとかあるんですけど、ちょうどしんどくない、おじいちゃんおばあちゃんでも行けちゃうんじゃないかなっていうぐらいの距離感になってる。たまたまなのか計算してそうしてるのか分かんないですけど、来ました展望台。これはすごい。多分ここから天気悪くなって雨も降ってきたりするんでしょうけど、すげえこれもう多重スクロール。これは秘境や。あそこの島の上とか登りたいな。登った人いるんかな。こっから先は行けなくなってるけど、めっちゃ行きたくなる。これはすごいわ。なんかどっかの町とかでもうここだけで景勝地で観光客めっちゃ来るみたいなスポットになるんじゃないですか。でも僕しかいません。なんということでしょう。いや、あとこの穏やかな海もすごいですね。まるで湖かのような穏やかな海。曇ってるからこんなね湖みたいな色になってますけど、これ晴れるとまた真っ青になってね、すごい色になる。でボートがねちょこちょこ来てますけど、あれ何なんですか。ダイビングとかしてるんかな、釣りしてるんかな。
で座間味島はかつて高い山々がつながる陸続きの地形の一部でしたが、幾度もの地殻変動によって海に沈んで山の頂上付近が今の島になったと言われますと。そのため見晴らしの良い展望台が多くあり、それぞれ違った海の景色を見ることができますと。その中でもうなじの幸展望台は座間味島の西端にあるため夕日の美しさで有名です。先ほどまで観光バスが来てましたね。やっぱみんな観光バスとかで回るんですかね。だからそこに出くわさなければ本当に僕しかいないみたいなことが多いです。本当不思議です。あの船にたくさん乗ってた人たちはどこへ行ってるんやっていうぐらい、どこに行っても一人みたいな。でここは稲崎展望台っていうところですね。ここから上がっていきたいと思います。まず手前の方見てみましょうか。やっぱレンタカーとか借りて移動するともう本当大人な穴場旅行みたいな、人が全然いないみたいな感じになるんですね。ああここも綺麗ですね。天気が悪くてこんなに景観いい。これは天気が良ければもっと綺麗だし、天気悪くても来る価値全然ありますね。上登ろう。意外と低い。こんだけここ展望台にするほどのものがあるんか。いや確かに綺麗やけど、でもさっきのとこの方が迫力が感じられたな。上から眺められるところはいいかもしれないですけどね。あそこなんかも透明度がやっぱ分かりますね。ちょっと雨降ってきましたね。一番右うっすらと見えてるところ、あれが粟国島ですね。もう動画出てますね。そしてその左側一番濃く見えてるのが渡名喜島ですね。ここはまだ動画出してないですね。そしてそのちょっと横見るとあれは久米島ですね。そこからさらに左に行ったあの島が八旅島っていうところですね。集落からね20分ちょっと車走らせてきたんで、ここはね本当に車とかバイク借りてる人じゃないと来れない、この座間味島の観光スポットとして秘境中の秘境だと思ってたんですけど、さっき外国人の人が普通に歩いてたんですよ。何分かけてきてるね。しかも秘境中の秘境とか言いながらバイクもチャリもある。めっちゃ来てるやん。ここはさすがに絶対に一人やぐらいに思ってたのに、なんてこった。来てるんすね。やっぱロマンを感じるんすね。しかも泳いでた人いた。まるでプライベートビーチみたいな感じでねレビューに書いてるから、多分みんなそういうつもりで来てるんで、この人はさすがに電動付き自転車で来てますね。それは正解や。いやいやいや、めっちゃカップルおるわ。全然プライベート感なかった。でも確かにプライベート感あるわ。で向こうにも人がいるな。いやここまで来る人いるんや。最初はね朝こっから朝日を見ようかなとか思ったりしましたけど、ここ夜中とかに来て星見たら綺麗やろな。集落からとだいぶ離れてるんでね、もう明かりもなんもないから絶対星とか綺麗なはずですよ。レンタカー返します。さあレンタカーも返したね。ちょっと歩いていきましょうかね。いきなりにゃんこいるじゃないですか。おいおいおい、待て待て待て、逃げろ。そこに逃げたと思ったら、ここにもそこになんと2匹もいるじゃないですか。そこがあなたたちの家ですかと思ったら、またここにもいるじゃないですか。そしてまたさらに奥に猫だらけや。ここもなんかいい感じ。公園で遊んでる人もいる。観光客が遊んでるんや。ここ行ってみるか。ここに歌木あるな。黒猫がいますね。牛かい。
幻覚なのか、本当にいるあの猫。ジブリの世界観あるな。そうそう、ジブリの世界観といえばなんかね、車走らせててな、ジブリのような飾りがいっぱいあったとこがあったんですよ。どこやったかな。この辺やったかな。あれあれ、あの花で覚えてる。ほら、あったあった。いや、しかしね、暇やな。もう正直何もやることがない。いや、これも離島のいいところですね。もう全部一通り回ったし、あとはもうゆっくり過ごすだけや。レンタカーも返したんでね、もう行くとこもないんで。そういえばなんか夕日を見終わった時間に居酒屋予約したけど、車ないから行けんやんけ。閉まったな。これなんかすごい。ここもキックボードとか借りれるんや。カレーとか食べれるんや。すごい。何これ。トトロがいる。ゆうゆうっていうとこか。はい、まだ行ったことがないザマミ売店っていうところもね、見てみたいですね。あれクローズドなんてこった。やっぱさっきの朝ご飯食べた売店で買うか。しかしマジで外国人が多い。しかもアメリカとか欧米系の方が多くて7割ぐらい占めてる感じですね。中国とか韓国の方いらっしゃるんですけど少ないですね。ここまで外国人が多い島、僕は初めてですね。海外の人が SNS でバズったとかあるんでしょうね。でごちゃごちゃ喋ってたら通り過ぎてた。こっちじゃなかった。はい、それではね、1時間ぐらい時間的に余裕があったんですけど、ちょっとだけ仮眠しちゃってました。飲みに行く時間なんで行きたいと思います。7時半です。むしろちょっと遅刻です。さあ今日はここですね。ここ行きたいと思います。結構入ってるな。満席じゃん。70っていうとこですね。ドリンクメニューがこんな感じですね。ドリンクに関してはなんかどこも同じような感じですね。食事メニューがこんな感じ。気になるのが山桃酒ザナミさんのこれ、ここで飲めます。これ後で飲む。いきなり飲んでもいいな。でもビールからいきたいな。やっぱはい、それではいただきます。皆さん乾杯です。めっちゃ冷えてる。もうすぐしたらね、プレミア公開始まるんで急いでいただきます。タコの何やったかな、後で言います。タコの柔らかい。いや、島でこのクオリティで食べられるのは嬉しいっすね。はい、それではアオリイカの刺身いただきます。なんかちょうど僕が来た時間がね、みんながはけてしまってる時間で満席あったんですけど、めっちゃ空いてきました。やっぱ粘り気があってうまいですね、アオリイカ。寿司の煮込みきた。石垣牛です。それでは石垣牛の煮込み、うまそうですね。めっちゃトロトロ。これは島じゃなくてもめちゃうまいな。レベル高いっすね、やっぱ。これはここに来てる外国人も納得やわ。島らっきょうの天ぷらです。島らっきょうの天ぷら。うまっ。美味しいですね、ここ。いや、本当にザマミって人口少ないはずなのに観光客が多いから港の周りにギュッとこう凝縮されてる感じしますね。レベル高い店も多いみたいな。若干ね、やっぱ観光地価格なところはあると思うんですけど、本当に離島初心者の人にとってはめっちゃ行きやすい。ミニガーパンチになります。はい、それではね、山桃酒のソーダ割りです。いただきます。美味しい美味しい。甘すぎないですね。ほのかに山桃の風味がするみたいな。ミガーポン酢。ミガーをあっさり仕上げてる。でも歯応えはミガーの歯応え。こちらがメヒカリの唐揚げですね。こちらゲソバター焼きですね。メヒカリの唐揚げ。これうまい。めっちゃジューシーやん。これ何本でも食えるな。で、これがゲソのなんとか焼き。バター焼きがうまいの。
歯応えもあるし、もうほとんど残ってないですね。みんな帰っていく。早いな。8時19分。うまいっすね、ここ。いやー、美味しかったですね。ボリュームも美味しかった。ボリューム美味しかったおかしいな。ボリュームもあったし、味も良かったし、最高でしたね。で、今日はね、やっぱザ・マミラストナイトということで、2軒目、3軒目行きたいな。2軒目ではちょっと腹持ちするものを食べて、3軒目、バーがね、やっぱ2、3軒あるんかな。1杯だけね、飲んで帰るみたいな。曇ってても雨が降ってもそういう飲み歩きも楽しめるっていうことをね、お伝えしたいと思います。入れるの？あ、そうだ、22時まではいける。なんと電子決済の機械の不具合で利用できる。定休日現金のみか。まだ行くか。本当は使いたいけどな。いい名前。ビールとかハイボールとかあって、男梅シリーズとか、沖縄限定でこの辺あるんで、この辺頼めるか。青森もありますね。県産トマトスライスなのかな。ここは結構ピザがね、食べれるみたいで、やっぱ口直しみたいな感じで、ラテピザとか頼むみたいです。あとは沖縄料理とか、寿司もあるんですけど、気になるなぁ。鉄火巻きだけ食べようかな。握りも2500円で1人前あるんですけども、2軒目ですからね、鉄火巻きだけ食べよう。モブスープとかサラダとかありますね。西福娘のソーダ割りです。石垣のお酒ですね。こちら山ごぼう巻きです。結構なボリュームですね。愛知で採れたごぼうだそうです。うまそうです。はい、それでは、いきます。生ごぼうも食べ応えもある。これが、なんとか柚子。寿司も食べてみたかったな。今日はね、魚があまりないっていうことで、寿司はほとんど作れないみたいな感じで言われてますけど、山ごぼうの寿司もうまいね。やっぱ寿司うまいですね。ラクシーチがうまそう。ラフテうまそう。大将、うまいです。これは大人から子供まで大好きや。ラフテーをピザにする。アイデア素晴らしい。うますぎてむせる。これは素晴らしい。そう、美味しかったですね。で、あと一軒バー行きたいと思うんですけど、ちょっと雨が降ってきましたね。ここら辺なんですけどね、バーサンメール。ここの次かな。でもなんかやってそうな感じしないな。でも今日土曜日やぞ。今日やってなかったらいつやんねんっていう話ですけど。ここじゃないの？まさかの？嘘でしょ？ちょっとライトつけよう。まさかのここや。閉まってるわ。マジかよ。諦めるか。もう今日はおとなしく帰りますか。おはようございます。今9時58分ですね。あと1時間でチェックアウトなんですが、その前に朝食行きたいと思います。今日は空いてるかな。で、今日はね、雨ですね。寝てる間は土砂降りみたいな感じで降ってましたけど、今は落ち着いてますが、まだやっぱ雲は分厚いんで、降ったり止んだりの繰り返しになりそうですね。明日晴れてくれたらいいと思ってるんで、今日から赤島ですね。楽しみです。動画は一旦ここで締めることになりますが、引き続き赤島の動画も見てもらえれば参考になると思いますよ。さあ、今日は空いてるでしょうか。今日も嘘だろ。2日連続っすか。信じられん。それやったら昨日の段階で明日も11時からって言うといてほしかった。はい、ちょっと雨がね降ってたんで、宿の方がわざわざ港まで送ってくださいました。ありがたいですね。雨だとね残念ですねみたいな感じで話してたんですけど、それでもやっぱり離島っていうのはね、こう何もしないことだったりとか、散歩を楽しんだりとか、海に入ってしまえばまあちょっと暗いけど全然楽しめるみたいな話をしました。で、明日はねもう超快晴になりそうなんで、明日からの赤島楽しみです。で、今回のね座間島の旅では5人ぐらいにね、5組の方に声をかけていただきありがたいなと思います。あ、ここや。はい、11時45分発の満島赤雪取りました。なんとたったの300円でした。でも皆さんが動画見る頃には超値上げで5000円とかになってるかもしれないですね。わからないです。慶良間諸島座間味島の旅、これにてね終わりになります。皆さんメニューは
どのように映ったでしょうか。本当に最初高速船に乗った時は人だらけで、全然これ大人の穴場旅行じゃないやんみたいな感じでね、戸惑いを見せたのは、正直な気持ちなんですけども、いざねこう島に降りていろいろ観光してると、ほとんどの場所で人とそんなに出会うことがなく、むしろ僕しかいないみたいなところが結構ありました。この港からすぐのところはまとまってお店もいっぱいあるし、商店もたくさんあるし、レストランもいっぱいあるし、結局店があるということですけどね。めちゃめちゃこう宿も多いし、シュノーケリングの業者なんかも多くて、とこう外に出るといろんなバリエーションの絶景だったりとか、海とか隠れビーチみたいなところがあって、観光地としてやっぱり優等生だなと思いました。で、晴れた時に見た海の中もめちゃめちゃ、ね、青さも素晴らしかったし、海の中ももう透明度すごくて見応えもたっぷりだったし、僕はね初心者向けの離島ということで家島を挙げさせていただきましたけども、ここも負けず劣らず初心者にぴったりな離島かなと思いました。家島と違うところはコンビニがないっていうところがね、夜に物が食べたかっても買うところがないみたいなところはちょっと離島っぽさありましたけど、それ以外の設備なんかはもうめちゃめちゃ整ってたなと思いました。歩いたりとか普通に自転車借りて回ってる人いましたけど、正直45歳以上の大人はレンタカー借りた方がいいです。ちょっと高いですけどね。でも本当にね、沖縄本島からすぐ来れて日帰りで帰る人も多いですけど、ぜひ一泊はしてほしいなと思います。そうすることでやっぱり朝のこう散歩だったりとか、僕は朝日は今回見れてませんけども、朝日見に行ったりとかサンセット見たりとか、ゆったりした時間が過ごせると思います。僕今回2泊しましたけども、2泊して本当に良かったなと思います。最高の旅でした。皆さんもぜひ座間味島行ってみてください。で、ここから赤島だったりとか渡嘉敷なんかも行けるし、その辺も合わせて皆さんも旅の計画してみてもらえればと思います。まさに旅は自己投資でした。来た時はもうめちゃめちゃここに人がいたのに、帰りは全然人がいないですね。誰もいない。たまたまめっちゃ人が乗ってた時に鉢合わせてしまったんかな。世界でここだけプリクラクジラの骨が飾られてる。はい、この満島という船で行くことになります。この辺のボートが昨日シュノーケリング行った時のボートかな。ここで乗るのはもう4人ぐらいしかいないです。その4人のためだけにこう走らせてくれるんですね、ボート。結構女性の一人旅とか多いですね。で、こういうね座間味から赤島みたいな島から島に渡るルートなんですけど、正直ね日本人がほとんどいないですね。外国人の方が多い。だから冒険心があるのは外国人なのか、それとも日本人の方々が時間がないということなのか。Every day we are making up something new. I don't need a thing now as long as I have you. ありがとうございます。さあ次はね、赤島どんな島なのか楽しみです。ちょっと揺れてきたかな。この次に行った赤島の様子は別動画でお届けいたします。いや、この島はですね、僕が今まで行った沖縄離島の中でナンバーワンとも言える素晴らしい島でした。この動画はぜひ見てほしいですね。いかがでしたでしょうか。初心者にもね行きやすい場所にあるにもかかわらず、素晴らしい絶景と海が見えると思いませんでしたか。ぜひまだまだね離島に慣れてないっていう方は、この座間味島から始めてみてはどうでしょうか。きっと一生忘れられない旅になるはずです。このような動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様のいいねコメントをお願いいたします。メンバーシップではここでは絶対に言えない旅の裏話や近況報告などを毎週ノーカットで出させていただいております。メンバーも続々増えておりますので、皆様の参加もお待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか。これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったらニンテンドースイッチあります。で、対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、
車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キリュック、旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キリュルックベストの新作キリュルック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらが好きな方をどうぞ。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルをチェックをお願いいたします。